こちらがラーメン二郎札幌店さんです。こちらの T シャツはですね、札幌店さんの10周年を記念して作られた T シャツを着てきちゃいました。ありがとうございます。やっぱりすごいボリュームですね。すごく柔らかくて優しい味、美味しい。桃の木オフィシャルチャンネル。皆さんこんにちは、桃の木かなです。今回はラーメン二郎札幌店さんにお伺いさせていただきます。ところで今現在の気温ですが、こちら1度になってます。体感温度がマイナス4度です。東京から来た私としてはこの風が冷たくてとっても寒いです。さすがラーメン二郎界で最北端に位置すると言われている店舗なだけありますね。二郎といえば各店舗でルールや量も異なっていますので、この桃の木オフィシャルチャンネルでは各店舗のルールや小と言われるラーメンの標準サイズをお伝えしていきたいと思います。寒くてなんか涙出てきました早速ですが、温かいものを食べて温まりに行ってみましょう。行ってきますJR 札幌駅から徒歩約8分のところにあるラーメン二郎札幌店。駐車場はありませんが、お店の周りにはたくさんのコインパーキングがありますので、車でも来やすいです。さあ、こちらがラーメン二郎札幌店さんです。札幌店さんは食券先買い制ではありません。なので中に入ってから購入になります。列ができていたら列の後ろに並んでください。ちなみに列ですが、店内を先頭にこのような感じで列を作って並ぶことになります。冬は、雪が降って滑りやすくなっているので気をつけてください。札幌店には自動販売機が2台あります。ちなみに私はいつも二郎といえばの黒ウーロン茶を頼むことも多いんですが、今回はこちらの北海道限定キリンガラナを購入したいと思います。お邪魔します。さあ、こちらが券売機になります。今回は標準サイズをお届けするということなので、ラーメンの小サイズ、こちらのラーメンの食券を買っていきたいと思います。ちなみに札幌店のラーメンのサイズは一般的なラーメン屋さんの麺の約 2.5 倍ほどありますので、ちょっと多めです。ちょっとじゃないね、結構多めですね。確認時に半分でと伝えれば、この普通の二郎でいうラーメン小サイズの半分サイズで注文することもできますし、食券機にミニラーメンの食券もありますので、自分が食べきれる量の食券をお買い求めいただくことができます。そして札幌店さんは見ていただければ分かる通り、すごいさまざまなトッピングの食券もあります。こちらに載っているトッピング以外にも現金でのトッピングも3種類今のところありますので、週何回か来られる方はその日の気分に合わせてお好きな味を選んでトッピングしてみるのもおすすめだと思います。そしてジロリアン陸産ボタンっていうのがあるんですけど、まあね、私もいつか桃の木ボタンみたいなものができたら嬉しいなと思いつつ、今日はじゃあラーメンを食べていきたいと思います。では呼ばれたので席に移動したいと思います。よいしょ。そして見てください、こちらの T シャツはですね、札幌店さんの10周年を記念して作られた T シャツを購入したので着てきちゃいました。後ろには札幌店さんの X を見てる方はわかると思うんですが、アクロバティックなシルエットが描かれてます。
席に着いたら食券をこちらに置いていただきます。現金トッピングがある方は現金100円を用意して、それも食券の隣に置きます。ラーメン二郎札幌店さんはカウンター席が15席あります。店主さんは音楽にこだわりがあり、スピーカーは BOSE を使っています。実は札幌店さんの壁には私のサインを書かせてもらったことがありまして、あのサインはですね、私が2年ぐらい前に右手の頭骨神経麻痺になった時にちょっと治ってきたかなっていう時に書かせてもらった記念すべき発症後初のサインになってるので、ちょっとカクカクしてるところはそういうことだったんだなと思って、ちょっとね、暇がある方、見れる余裕のある方はちらっと見てみてください。ちなみにその頭骨神経麻痺についての動画は過去の YouTube に上がっておりますので、気になる方はそちらもご覧ください。卓上調味料はホワイトペッパー、一味唐辛子、卓上醤油。卓上に醤油があるんですけど、コールの時に辛めのコールをすれば店主さんのおすすめの濃さで少し醤油の味を足すこともできるので、私は自分でかけるよりかは店主さんにおすすめの量をかけてもらった方が美味しく食べれるんじゃないかなと思います。桃の毛オフィシャルチャンネルでは標準の量をお届けしたいと思っているので、今回コールはニンニク油で注文したいと思います。ありがとうございます。わ、すごい、やっぱりすごいボリュームですね。美味しそう。じゃあいただきます。わあ、久しぶりなのでまず何から食べようか。まずは野菜ですね。札幌店さんの野菜はキャベツの量がすごく多いんですよ。なので見た目でも緑が入ってきて鮮やかです。野菜からじゃあいただきたいと思います。いただきます。甘くて美味しいです。今回私は油もコールでトッピングしてますので、油と野菜が合わさった油サラダ、いわゆるみたいな感じで、野菜のシャキシャキ感と油の甘さ一緒に味わうことができてます。やっぱりキャベツが本当に甘いので、キャベツの量が多いっていうのはすごく嬉しいですね。続いてこの大きな豚、見てください。すごい分厚さ。見た目も柔らかそうなんですけど、初めて持ち上げた時すごくふかふかしてます。大きい。柔らかいです。この豚もね、味が染み込んでて美味しいんですけど、本当にこの大きさでこの柔らかさ、私ドストライクな豚です。ちなみにこちらの豚も店主さんのこだわりがすごくあって、限界まで柔らかくして煮込んでいるんですけど、柔らかくしすぎると豚の旨味が外に出ちゃうらしいんですよ。なのでそのいいところ、本当にギリギリのライン、旨味が逃げないようにかつ柔らかく、そこを狙って作っているそうなので、この豚もまさに神豚。ありがとうございます。では麺の方に行きたいと思います。すごいスープが染み込んでる、いい色してる麺ですね。いただきます。美味しい。す
ごく柔らかくて優しい味がするんですよ。つけ麺も食べたことがあるんですけど、つけ麺はギュッとしてて麺が締まってて、それも美味しいんですけど、その麺もすごく好きなんですよ。ただノーマルラーメンのこの麺の優しさはやっぱり店主さんもそこにこだわりが強くあって、麺を作る時にかん水を少ない割合で混ぜて作ってるみたいなんですよ。でかん水が少ないことで小麦粉の風味が引き立つように、そこもこだわりありで調整して作られているみたいです。でこのスープがちょっと一口味わってみたいと思います。すごく香ばしいスープです。うまみ調味料をほぼほぼ入れなくてもいいように、だしや焦がし油を使ってすごく香ばしく、優しいんですけど香ばしくて、その飽きが来ない味というか、麺に絡んですごく行きたくなるぐらいの食欲を沸かせる味。濃厚だけど優しいみたいな感じですかね。難しい。でもとにかく優しいんだけど他にはないようなパンチのある味だと思います。やっぱり鼻を抜ける匂いというか風味が香ばしい感じなので、ちょっと焦げのある感じ、それを感じられるぐらい麺も優しい味がして、これはその最初ニンニクを混ぜなくてもスープの味だけを楽しめるので、私はちょっと反対側にニンニクを残しておいて、最初はこのスープの味と麺の味、本来の味を楽しみながらどんどん食べ進めるっていうのがいいかなって思います。やっぱり掘れば掘るほどキャベツが出てくるので、ちょっと久しぶりにこのキャベツの量を見て驚いてます。やっぱり汁を食べると無言になっちゃうんですよね味わいたいし考えながら食べたいし、いや考えてないか、何も考えてないかも。美味しい。で札幌店さん、私1年半以上ぶりぐらいなんですよ。味の違いがやっぱ店舗ごとにあるのをすごくはっきり感じる店舗さんだと思います。中でも特に。って言ってる間に勝手にニンニクも溶かして食べちゃってますよね。ちょっとガラナを飲んでみたいと思います。美味しい。ガラナ美味しいですね。やっぱり甘くて、私汁を食べるときは炭酸一緒に飲むことが多いんですけど、食道がすっきりしてまたそこに二郎の油を流し込むっていう、そうミルフィーユさせて長い時間幸福度を得ています。何言ってんだろうじゃあ最後の一口いただきます。
美味しかったです。ごちそうさまでした。私のおすすめ度を判定するももログ。今回のラーメン二郎札幌店さんの評価は野菜の中のキャベツの量、そして豚の柔らかさ、スープ、麺それぞれに対する店主さんのこだわり、どこをとっても素晴らしかったです。そして私からすると東京からここまでの交通5、限りなく6に近い5です。美味しかったです。ありがとうございます。お店からのお願いです。注意事項は並んでいる最中に見れるところにたくさん張り紙がしてありますので、おのおので目を通してご協力いただけると幸いです。私は食券機で食券を買うときに両替する手間が出ないように千円札を持ち歩くように心がけています。皆さんもぜひ一緒に心がけていきましょう。お願いします。いやー、美味しかったです。大満足です。ごちそうさまでした。それではラーメン二郎札幌店さんの特徴についてまとめていきましょう。札幌店さんは食券先買い制ではありませんので、お店に着いたらまず列に並んでください。そして、麺の量、野菜の量はラーメン二郎の中では比較的に標準的な量かなと思います。豚の量に関しては豚の大きさが結構大きめなので食べ応えはある方だと思います。そしてトッピングや限定メニューがたくさんあるので、変化を楽しみたい方にはとてもおすすめな店舗だと思います。この動画が参考になった方は高評価とチャンネル登録、コメントもお待ちしております。それでは次回の動画もお楽しみに。